でちょっと今日のブログは私のコスメ紹介をしていきたいと思います。なんか私なんだろう、前の動画でももしかしたらお話ししたかもしれないんですけど、私はなんか一回開けて使い切るまでなんか新しいものを開けたくなくて、なんかそうなの。だからもうめっちゃこれとかね、よーくインスタ出てるなって思う人いるかもしれないんですけど、めっちゃ使ってて、でもね、脳裏にはねちょっとね汚いから本当に年季が入っているんですけど、いつも使う色がね同じだからっていうのもあるけど、そう、これめっちゃ最近も何も、毎日なんですけど毎日使ってて、基本でも待って、アイシャドウぐらいかもしれないです。新しく変えるのが遅いのは。これはね、ちなみにディオールアイシャドウエクランクチュールアイパレットになります。これはね、私の友達のアミがね、私のバースデーかなにくれたものなんですけど、まだ使ってるよ、アミ。もうこれね、何年ぐらいだろうね、2年とかわかんないけど、まだ使ってます。これと、あとこれもだいぶ年季入ってるんですけど、ラグジュアリーパレットカラーコーデッドアイシャドウってやつかな。で、ザ・ベラソフィアってやつです。こちら。これもね、実際にもうないんですけど、でね、いつもやっぱね、使う場所が一緒だから、使う場所っていうか、4色さ、全部使う子いるかななんかいつもさ、偏っちゃうんだけどさ、これ、ブラウンが基本多いんで、今日とかもこれとかもブラウンなんで、ここがなくなったり、これもねなくなってるんですけど、これも結構使ってて、これ香港行った時に、日本では売ってないんですけど、このブランドそう買いました。これがまず2つ目のアイシャドウで、最近ね、これが本当になくなっちゃうと思って新しく開けたヘラのものがあるんですけど、これはねこんな感じ。めっちゃ使えそうな色でしょ。こういう色大好きで、これとてもおすすめします。みつきみたいななんか毎回ブラウンのこういうアイシャドウする人には結構この今紹介した3つおすすめです。これはヘラのクワッドアイカラーシャドウもう一回やります。ヘラのクワッドアイカラーシャドウです。クワッドアイカラーシャドウの1番クラッシーコーラルです。そう、この3つが私のアイシャドウたち。最近のアイシャドウはこれで、これね、これもおすすめ、ジバンシーパウダー。ちょっと待って、説明こっちから先にします。今の一旦忘れてもらって、これグローの、これも前見したよね、グローのこれって何になるんだろう。なんか一応ね BB クリームって書いてあったんですけど、私は基本朝起きてスキンケアして、スキンケア終わった後にすぐこれ塗っちゃいます。で、白とこのホワイトブラウンを混ぜて塗ります。BB クリームなんで全体的に本当に塗って、でもね、これだけでもすごいカバー力があるから、ファンデは使ってないです。これのみで、その後に同じもので、これもグローなんですけど、このグローのコンシーラーを例えばこういうシミとかニキビ跡とかあるんですけど、こういうとポン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 ってやった後に、このファンデーションっていうかクッションファンデのパフで私はこういう風に押さえてます。で、これが終わった後にさっきのこのジバンシーのパウダーを使ってます。こんな感じです、私のお化粧は。で、その後に
アイシャドウとかやって、でこれも2本目まだ開けてないんだけど、これもうすぐもうちょっとでなくなっちゃうから、これまた新しいの買ったんですけど、このねランコムのねマスカラ結構私的に好きで、すごいねボリュームも出るし、なんかお化粧の中で一番ボリューム出したいのが私まつげなので、そうなんかまつエクはしてないんですけど、だから余計にこういうマスカラとかビューラーでふわっとやりたいので、最近ねもうようやく巡り会えたいい感じのマスカラ。なんか1個前のディオールも結構良かったんですけど、いやそれも結構良かったかも。でもなんかちょっと変えてみたくて、でこれもおすすめです。ねえ、そんな感じかしら。あとこれもずっと使ってる。これも3個目ぐらいかな。なんかあんまり変えてないんですけど、これハイライトのロムですの01番サンキスドベールのこのハイライトは、ちょっと待ってください。こういうこういうので、これまでちょっとつきすぎるとなんかちょっとおかしいんで、ちょこっとだけポンポンって言って、そこの真ん中のところもやって、あとはここですね、シュ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 で終わり。これ結構私的にいいかも、好きかも。なんかディオールのハイライトのなんか4つパレットあるやつもあるんですけど、あれも結構ずっと使ってて、でなんかもうずっと使いすぎてて、なんか新しいの買いたいなって多分これにした気がします。これね結構価格お値段お安いです。いくらか忘れちゃったけど、多分2000円以下、1500円とかですごい持つんで結構おすすめです。こんな感じかしら、私のコスメは。あとリップはねすごいよく買えるんですけど、このランコム、これもね、これシリーズ私すっごい使ってて、1個前にやったやつもうねなくなっちゃったからもう使ってないんですけど、それをなくなったから新しくこれをちょっとね出したんですけど、これねすごいね、今ちなみにみつき塗ってないんですけど、塗ってないっていうか落ちちゃったんですけど、こんな感じだね。塗るとちょっと時間経ってから結構発色良くなるんで、これおすすめです。イドルリップジューシートリート10番です。あとこれもまあ上から使ってもいいかな。これはねごめんなさい、見えない、何にも見えない。これはちょっと見えないですのでスキップさせてもらって、これはどんな色かっていうと、私が好きなこういうの、ちょっと待って、こんな感じこんな感じの色です。これが私のもう本当に毎日使ってる、もう買えないよっていうぐらい使ってるコスメになります。こんな感じで今日は全部の私のメイクアップのね道具を紹介してみました。だからあれなんだよね、多分ね結構乗っけてるんだけど、今まで多分じゃあホテル行って朝のルーティンしてとか、なんかいろんなのの中に詰め込んでしまってたので、もしかしたらねポポンってスキップしてた人もいるかもしれないんですけどでも今回はコスメオンリーでちょっとこのブログを作ってみようかなと思ったので、2倍速ぐらいにしてちょっと見ていただけたら嬉しいなと思います。でなんかよくストーリーでも最近使ってるものとかリールとか載せてるので、詳しくはそれとかも引き続き見ていただけたら新しくアイシャドウ変えたんだとかわかるかなと思うので、はい、
見てください。OK! じゃあ、こんな感じのブログになりました。Thanks for watching! See you next in my videos. Bye bye!